こんにちは、モーリーです。旅は自己投資ということで、今回は鹿児島県にある奄美群島の一つ、加計呂麻島の旅をお届けいたします。ちょっと泳ぐだけでね、見れた世界トップクラスのサンゴ礁がすごすぎて感動しすぎました。この感動をぜひ皆様にも味わっていただきたい。都会の喧騒に疲れた人には特に最高の旅をお届けいたします。スペシャル動画になります。ぜひ大画面でゆっくりご覧くださいませ。それではどうぞ。奄美大島のね、旅の途中に加計呂麻島の旅を入れ込みました。フェリーで向かいます。瀬戸内海の駅でフェリー加計呂麻のチケットを買いました。向かいます。あれですね、フェリー加計呂麻。重い。買い出しした荷物が重い。僕はついです。すぐ出発ですね。このね、フェリー加計呂麻はですね、奄美大島の古仁屋から加計呂麻島の意見間港瀬草港に行けるんですね。急ぎの場合は海上タクシーもあるみたいですね。さあ、加計呂麻島到着でございます。たったの20分、あっという間でした。何円だあれ。フェリー加計呂麻に乗ってやってまいりました。ここからちょっと歩いてレンタカー屋さんにで加計呂麻島観光案内ということで、ここにマップが出ております。で、今日僕は、この意見間っていうところにね、着きまして、今日はね一番上のサネクっていうところに宿を取ったんで、かなりちょっと遠いです。1時間ぐらいかかるんですかね。本来ならばこの意見間ではなくフェリーがこっちですね、瀬草の方に出てるんで、瀬草から行けばよかったんですけど、レンタカー返す時間を意見間に行く時間で借りてしまったので、今回こっちに行きました。はい、本来であればこっちでいいと思います。この意見間から瀬草まではバスが出たりするみたいですね。それでは今からね、サネクの方に向かいたいと思います。やってまいりました。レンタカー屋さん。あの旗がまたいいですね。港から歩いて約5分ですかね。レンタカー屋さんはこの意見間の近くにはもう2軒しかないみたいですね。レンタカー会社ってなんか2軒ぐらいしかないんですか？そうにもあるけど、はい、あれはもう休みが多い。あ、そうなんですか。じゃあ、ありがとうございます。この辺が瀬草ですね。いっちゃん市場っていうのがありますね。おお、さっき行ってみましょう。市場。加計呂麻島のいっちゃん市場やってまいります。オアシスみたいな感じですね。おお、里芋とか売ってますね。なんかいろいろとね、果物とか野菜とか売ってるみたいですね。あ、いろいろ売ってますね。 T シャツも売ってますね。ニラとかも売ってる。ちょっとね、値段は高めかもしれないですね。肉や魚も売ってますよ。奄美大島で飲んだミキも売ってますね。非売品も売ってますね。いやいや、売ってないわ。アイスも売ってます。みかんも売ってる。島バナナとかふわもち、黒糖あんだぎもありますね。ミングリパワー。何ですかミングリって？キクラゲのことなんですね。島かぼちゃ、太陽の島カフェっていうとこですね。ランチやってるんで明日行ってみたいですね。やってしまいました。ついゆっかり置きっぱなしにしてしまいましたが、置いてもらえることになりました。はい、ここがですね、瀬草になります。はい、そしてこの奥にもう一つ商店があるとのことで、ちょっと行ってみます。あ、加計呂麻バスがありますね。この加計呂麻バスはね、島民の生活の足であってね、買い物の代行なんかも引き受けてるんですね。どんどん来てますね、加計呂麻バス。
ここですね。食料品岬行ってみます。あ、そういう感じなんですね。これでいくらですか？1袋200円。1袋200円。ありがとうございます。すごい量。これで200円。やばい。最高です。さあ、竹中島というところやってまいりました。全然違う。狭っ。お化けがね、そんな。ああ、書いてる。始まる。さあ、竹中島まで行きます。大丈夫なのかな。すごい不安になります。誰もいないんでね、いつこっからハブとかね、ハブ以上のモンスターが出てきてもおかしくないような。しかももう5時51分ということで、日没まであと十数分しかありません。これは帰り暗かったら相当怖いと思うんでね。でもまだなんか送っちゃう。これかな、お知らせ。待ったなし世界自然遺産言い方まだなってないけど、もうなるかもって言ってますね。これや、すごい。これですね。これとんでもない大きさでさ、このガジュマル。うわわわわわわ、これはすごいわ。世界遺産になるわ。まだやけど、あ、書いてるやん。全然気がつかんかった。竹中島、これですね。すごい壮大な BGM 流してくださいよ。これはすごいわ。あそこのね、もう絡み具合とかすごい。全パワーをいただきます。はい、ガジュマルを見終わって宿の方に向かいます。イノシシや。取り損ねた。今イノシシがいました。おお、なんか良さげな感じですね。好きな雰囲気です。それではマリンビレッジさん、ビートですねに今回宿泊することになりました。こんな感じの部屋、いいですね。そしてこんな感じでキッチンもついてるんですね。だから買い出ししてきて買ってきたものを調理して食べることもできるような感じになっております。シャワールームもちゃんとありますので、シャワーを浴びることもできますし、で冷蔵庫もあります。はい、冷凍庫もあります。はい、外にね洗濯機もあるんで洗濯もすることができますありがたいですね。はい、そしてテレビもありますし、ドライヤーもあります。そしてこれ、ね、ちゃんと食器もありますね。お箸だけはなんか持ってきてほしいってね言われたんで、お箸は100均で買ってきました。いいですね。電子レンジもありますし、あ、米を持ってきたら米を炊くこともできますね。はい、これ生活できますね。そしてこのロフトがありまして、そのロフトをこう登っていくと、あ、いいですね。広々としてます。はい、そしてゴザを引いて布団を引いて寝るような感じになってますね。でここに関しては1棟の値段になってるんで、1人だろうが2人だろうが同じ値段です。で3人からちょっと値段が、増えるっていう感じになってますね。はい、でゴミは持って帰ってくれと。はい、さあ今日はねスーパーでいろいろ買ってきたもんで晩酌をね、します。はい、それでやっと準備できました。早速いただきました。もう我慢できないです。いただきます。それでこのね買ってきたものをいただきます。さつま揚げ。
よし、はい、こう今日はとことん飲みます。おはようございます。いやー、ゆったりとした目覚めになりました。海の音がね聞こえて、のんびりね海を眺めながらコーヒーでも飲みたいと思います。歩いてすぐプライベートビーチ。ああ、綺麗綺麗、表面高いっすね。美しい。これがかけろな実力か。ああ、最高っすね。もうパジャマのままね、こんな景色を眺めながら作ったコーヒーいただきます。うまっ。いやー、贅沢ですね。これはできないですよ普通。沖縄でもできない。自販機はあるんでね、すごい助かります。はい、今から入りたいと思います。さあ、それではね海の方に入ってみたんですけども、結構曇ってたんでね、あんまり景色見れないかなと思ってたんですけど、いや、なんかちょっと今まで入った海と何か様子が違うなと思いながら入っていました。いや、なんかね、もう色鮮やかというか、魚の数とかね、今まで入った海とはね別格な感じがします。奄美大島ではね、過去にサンゴが壊滅状態になってしまったこともねあるんですけども、このね加計呂麻島のサネクビーチはですね、もう元気いっぱいのサンゴ礁がたくさんいるって感じで、これはねぜひ今見てほしいですね。ただね、この景色を見るには結構ね遠くまで泳いでいかなければならないので、泳ぎがねそんなに得意じゃないよっていう方はやっぱり業者にねお願いする方が安全かと思います。
やー最高でしたね。気がついたらもう2時間近く夢中になってね、泳いでます。晴れ間めっちゃ出たわけじゃないですけど、あの綺麗さ、あれだけのねサンゴを見れたのはもう僕も人生で初めてですね。いやーここも一生に1回は絶対見ておいた方がいいですね。半端ないです。いやーすごかったですね。ウミガメさんに、ね、出会えなかったのはちょっとね残念ですけど、もうそんなこともう関係ないぐらいね、もうサンゴの数と魚の数と、もうなんか映画とか絶景映像とかでしか見たことがない景色がもう目の前に広がるんでね、これは半端ないですよ。絶対行った方がいい。最高でした。パワーってありがたいですね。ちょっとこの宿の周辺ですね、ちょっとだけ散策してみたいなと思います。サンゴっぽい、ね、石を積み上げてる感じいいですね。そしてここガジュマルじゃないか。おーいいですね。積み上げてるけど別にその裏に家があるわけではないんですけどね。あ、ゲストハウス。ゆいエヴァンゲリオンを思い出しますね。戦争で亡くなった方のお墓があるんですね。ここ戦没者ね。加計呂麻は今回ちょっと行けないですけど時間の都合で、結構その戦争にもね関連してる特攻隊がね、飛行機の部隊と船の部隊がいたと思うんですけど、その船の部隊の中継地となってたのがこの加計呂麻島なんですね。サネク集落周辺マップということで今ここですね。おそらくこの辺りから歩いてきたんですね。でログハウス、トイレ、シャワー、シャワーもあるんですねここで。この辺に行くと公民館があって、逆側歩くと神社もあるんですね。実久三次郎神社っていう神社が。なるほど。焼き鳥っていう看板見えますけど、お店あるんかな。まさかの焼き鳥屋さん発見。バーベキューセット貸しテント、ここでテント貸してくれるんや。この辺りぐらいまでですかね。さあやってまいりました。太陽の島カフェ。ちょうど席も空いてそうですね。ちょっと予約した時間から30分も遅れてしまいましたが、こちらが正面。これはうまそうですね。イノシシカレー来ました。昨日運転してて遭遇したイノシシの肉を使ったカレーです。この加計呂麻島でね、このクオリティの食べ物が食べれるっていうこと自体が嬉しいですよね。いただきます。イノシシの肉いただきます。肉の歯応えもすごいし、結構ねスパイシーですよ。本格的なあれ、泳いだ後に最高ですね。こういう場所でねこういうの食べれるってことは5倍ぐらい美味しく感じます。余計にもういっぱいあるな。あそこにですね、月桃というね植物が生えてるんですけども、これで作ったお茶ですね。お茶を注文しました。美味しそうですね。薬草ですね。黒砂糖とチョコもいただきました。今日の夜はねバーベキューをしようと思いますので、その食材を買い出しに行きたいと思います。お肉とか。お肉、冷凍が少しだけある。冷凍少しあるんですね。豚のバラ肉と肩ロースとそれはブロックです。そうバーベキューやりたいと思ってて、またいい感じのラインナップですね。お酒が結構バーベキューね、この辺ですかね。パークして焼肉用がない。お酒にも見える。
それではね、バーベキュー用の食材も揃えたんで一旦戻りたいと思います。いやー、すっかり晴れましたね。あ、だいぶ潮も満ちてんのかな、引いてんのか。夕方まで泳いじゃいましたね。最高です。今からね、夕日が見える丘に向かいます。おお、すごい、めちゃくちゃ綺麗な夕日が。うわ、かけろま半端ないですね、この夕日。いやー、今までね生きてきていろんな夕日を見てきましたけども、ここまで感動する夕日はね、はっきり言って初めてだと言えるでしょう。それなのにね、僕一人しかいなくてカメラマンの行列もいない、こんな特別な体験なかなかできないんでね、本当は教えたくないくらいですが、皆さんにだけこっそり教えておきます。本当に最高でした。加計呂麻島最後の夜はバーベキューで締めたいと思います。これぞ島の醍醐味ですね。だいぶつきましたね。もう我慢できないんでビール飲みたいと思います。今日はよく泳ぎました。2回も泳いでね、いい夕日も見て自然を大満喫しました。じゃあいただきます。最高だな。島豚のロースと赤身です。うまそうっす。ソーセージとウインナーです。じゃあ焼いていこうと思います。島豚加計呂麻の塩でいただきたいと思います、ね、もう大人なんでね、油分できるだけ変えていきたいと思います。塩は大事ですからね。
うわみんなも焼いてバーベキューなんですか無料でさせていただいてるんで、ちょっとこれからね有料になる可能性もありますけど、それではできましたんでいただこうと思います。これはうまそうですね。うまっ。隣に7人ぐらいやってるんですけど、ついていてみんなを塩でこれ塩がまたうまっ。おはようございます。今朝の6時ちょっと前ですね。はい、もうちょっとした朝日が出るような感じなんですけども、ちょっと早いですが8時のね、船に乗ってコニアに帰ってそのまま、養老島の方に行きたいと思います。また生間港に行くんですけど、その間に行けるスポット行けたらなと思っております。こちらは実九三次郎神社っていうところですね。こんなところに神社があるんですね。今から約800年前の源の為朝っていうんですかねは、機械の小野津港に上陸して一軒家を訪れると美しい娘が料理をしていったところ、まあちょっと読んでられないですね、時間がないんでこれ映しときます。いろんなちょっと伝説があるみたいですね。外してはいけない観光スポットも行っておきたいと思います。すり浜です。はい、帰る途中にやってまいりました。男はつらいよのロケ記念ということで、すり浜ですね。この男はつらいよの撮影が、この加計呂麻島ではね、いろんなところで行われてるんですけども、その一つがここになります。そしてこの加計呂麻でもトップレベルの透明度を誇ると言われているのがこのすり浜ですね。いい感じです。波もね穏やかで、ここでシュノーケリングも非常にいいんじゃないかなと思いますね。透明度も素晴らしいですね。美しいですね、桟橋。ちょっと桟橋歩いてみます。ほら、透明度がすごい美しい。うわー、これは泳いでも気持ちよさそうだな。来年の夏はここでもちょっと泳ぎたいな。もう魚が目視できますね。いやー素晴らしいですね。いやー朝早起きしてここまで来た甲斐がありますね。パパイヤの木ですね。最後に観光スポット一つ立ち寄ります。はい、男はつらいよ虎次郎紅の花ロケ記念地やってまいりました。初丼というところですね。初丼リリーの家ということで、目の前にはめちゃくちゃ穏やかなビーチがありますね。美しいです。はい、ここは初丼デイゴ並木と言いまして、
で英語の木がこうずーっと並んでる感じなんですね。これも見どころの一つということですね。そしてこの奥側にね、なんか飲食できる場所もあるみたいですよ。ガソリンスタンドがね開いてなかったんで、どうしようかな。そこで返します。財布をねここに忘れたんで、財布も返してもらいます。はい、無事に財布戻ってきました。そしてガソリンね入れるとこなかったんですけど、1000円札払ってなんとか許してもらいました。いやー、それにしてもね、加計呂麻島の旅2泊3日、ほぼね2日ですけどね、朝早く出るんで満足度がね本当に高かったです。もうこれお世辞抜きで僕はもうリピートしたい、来年も必ず行きたいと思うような場所でしたね。なんかこのね、なんていうの、手つかずな感じが残ってるっていうのと、人がやっぱりこう時間に追われず自分の人生を生きてるみたいな、ね、感じとか、これからの生き方の考え方として学びが多かった島です。そして世界最高峰のねサンゴのある海の中とかね、もう最高でしたね。それでいてね、もう完全に飲食店がないとか商店がないわけじゃなくて、最低限のねところはあるんで、ただ本当に充実してるわけではないですし、ある程度はやっぱり買い出ししてこないといけない部分もあるんで、それもそれでね、なんか旅感が味わえて非常にいいなと思いました。移住する人がね多いのも分かるなーっていう感じですよ。それではね、船のチケットあと12分あるのでチケット買って行きたいと思います。もう10分あったらなんかちょっと余裕な感じがするのも不思議なもんですね。はい、ついにですね、モーリーチャンネルの新しいコミュニティができました。ディスコードというアプリを使うことになるので、こちらの QR コードからぜひどうぞ完全無料で参加できて、メンバーの方しか見れない内緒話コーナーもあります。ぜひどうぞインスタグラムや X、スレッズもフォローお願いします。皆さん旅行行くのにキルリュック使ってますか？これ今僕着てるんですけど、見てください。これパッと見そんななんか物入ってるように見えないですけど、実はめっちゃ物入ってます。財布はここに入ってますし、名刺、パスポート、イヤホンも必要ですね。急にスイッチやりたくなったらニンテンドースイッチあります。対戦したいなって言ったらもう1本入ってます。それ入れても薄いんです。そして鍵ね、車の鍵つけたりとか財布だったりとかも入れることができます。財布何個入れんねんって話ですけどね。そして外側にももちろんポケットが2つついておりまして、除菌シートだったりとかも入れれますし、なんと後ろにですねペットボトルもですねこう入れることができるんですよ。これだけでもめっちゃ入れるなんて思うけど、なんとこの後ろにですねパソコンまで、これだけ物が入ったらもう旅行先でご飯食べに出かけよう、でもスイッチやりたいかもしれんし、仕事ももしかしたら入るかもしれん、喉も渇くかもしれんみたいな、そんな心配性のあなたでも全部入れていきます。リュックとか背負ったらスリにあったり怖いじゃないですか。キルリュック旅行する人には絶対必須です。旅は自己投資。キルリュックベストの新作キルリュック2も出ました。ここにはポケット追加されまして、さらにサイドファスナーだったりとか隠しポケットも追加になってめちゃくちゃパワーアップしてます。肩幅も細くなって女性の方でも着やすくなってます。ブラックとネイビーどちらが好きな方をどうぞ。旅は自己投資。はい、皆様大変お待たせいたしました。リクエストの多かった夏用のキルリュックが誕生しました。その名もキルリュックエアーということでね、めちゃめちゃ軽くて薄いのに収納力抜群です。なんと透明の入れ物もつきまして、ホテルのカードだったりとか航空券だったりとか見せたいもの、どこに置いたかわからなくなるもの、ここに入れとくことができます。しかもですね、キルリュックベスト2重ね着できたりとか、その上にさらにキルリュック LS を重ね着することで収納力が2倍3倍に増えていきます。全部揃えてどうぞ。まさに旅は自己投資。最新の動画は長編になりますが、ぜひメインチャンネルもよろしくお願いします。